RX-104FF ペーネロペー。ペーネロペーは機動戦士ガンダム閃光のハサウェイに登場するミノフスキークラフトを搭載した第5世代モビルスーツで、クシーガンダムと姉妹機にあたる機体です。初登場した小説版ではガンダム系モビルスーツとしか扱われていませんでしたが、後年別媒体での登場にあたり新たな設定が追加され、現在ではれっきとしたガンダムとして扱われています。今回はそんなペーネロペーについて解説させていただきます。まずペーネロペーが初めて登場したのは1989年に刊行された小説閃光のハサウェイ。こちらでは森木康弘氏によってデザインされたペーネロペーが登場しました。モビルスーツの枠にとらわれないワイバーンのような形状をしており、一目見ただけでラスボスだとわかる異形の風格を漂わせています。小説内の機体設定では機体設計思想そのものにはガンダム系モビルスーツの名残を残していると言及されており、当初はガンダムではなくあくまでガンダムの影響を受けた機体として扱われていました。実際頭部はガンダムらしいパーツで構成されているものの、巨大なツインアイやヘルメットとアンテナの形状などから意図してガンダムとは違う機体としてデザインされているのがわかるようになっています。森騎士も2021年8月20日に行われたトークイベントでは、クシーはガンダムの延長線ペーネロペーについては明らかに違うものとして描いていると言及されていました。このように誕生した際はガンダムとして扱われていなかったペーネロペーですが、後年別媒体で登場した際扱いに変化が生じます。そのきっかけが2000年発売のゲーム SD ガンダム G ジェネレーション F です。本作に閃光のハサウェイの機体が登場することになった際、サンライズから森騎士へクシーとペーネロペーのリデザインが依頼されました。その際ペーネロペーについてフライトユニットを分離させてほしいというオーダーがありました。こうしてペーネロペーは本体となるオデュッセウスガンダムとフライトユニットの分離機構に関するデザインが書き起こされました。そして2001年に発売されたアナハイムエレクトロニクスガンダムヒストリー2002カレンダーでは、ガンダムタイプのモビルスーツオデュッセウスガンダムにオプション装備のフィックスドフライトユニットを装備した状態がペーネロペーと設定され、晴れてガンダムの仲間入りを果たしています。それに伴って特に頭部のデザインが大幅に変更され、ヘの字スリットが追加されるなど、よりガンダムらしい顔つきになりました。ちなみに小説ではオデュッセウスの設定は存在していませんが、下巻ではペーネロペーがフライングフォームのパーツを外して出撃する描写がありました。しかし森騎士が本機をデザインしたのは分離描写が登場する前だった上、フライトユニットに関しては何も知らされていなかったため、分離については一切考えていなかったようです。そのためサンライズの要望を受けた際に慌ててデザインをまとめ直し、本体とユニットの分離機構をデザインしたと語られています。その後2005年にガンダムフィックスレギュレーションで初めて立体化された際は加藤木はじめ氏によってデザインがリニューアルされました。本商品ではクシーとペーネロペーが姉妹機という設定を生かし、素体にオデュッセウスガンダムを使用。パーツ組み替えでクシーとペーネロペーにできるコンパチブルモデルとして商品化されています。なおその後も2014年稼働のエクストリーム VS マキシブーストに参戦した際や、2015年に発売されたロボット魂などで定期的にデザインへ手が加えられていますが、クシーと違いそこまで大きな変化は見られません。そんなペーネロペーは2021年に公開された劇場版で再びデザインが変更されます。ただクシーとは異なり、ペーネロペーは従来のデザインから大きな変更はなく、ベースとなったロボット魂版と見比べても小説のイメージに近づくようパーツ単位で大型化されているくらいの違いしか見られません。これはクシーがガンダムもどきというセリフを忠実に再現するため、脱ガンダムを目指してデザイン変更されたのに対して、そもそもペーネロペーは連邦の正式なガンダムをコンセプトとしていることが理由となっています。またペーネロペーを正式なガンダムとして扱うに伴い、セリフも小説版からいくつか修正されました。ガウマンを人質にしてクシーと戦うシーンでは、小説だとガウマンがマフティーバって新型を手に入れることができるってことだというセリフでしたが、映画ではマフティーバってガンダムを手に入れられるってことだに変更されています。また小説ではレーンは
ペーネロペーのコピーまで持ち出すのかと言っていますが、映画ではガンダムのコピーまで持ち出すのかというセリフに変更されていました。このようにペーネロペーが正当なガンダムの系譜にあることが強調されています。一方で本機の特徴である異形感も引き立たせるため、劇場版専用の形態としてミドルフォームが新たに設定されました。これは村瀬監督から飛竜のような衣装が欲しいと要望されたことで、脚部を前方に突き出した状態が設定されたようです。なおスピード重視のフライトフォームに対してミドルフォームは攻撃しやすさ重視で攻撃範囲が広いという住み分けがされています。ちなみに劇場公開に合わせて連載された漫画版では小説版に近いガンダムではない機体を感じさせるデザインになっていて、作中でも連邦上層部からの圧力でガンダムにしなかったということが強調されています。この理由として作者である寂し浦明氏は、ベルトーチカチルドレンの次期の連邦がガンダム系モビルスーツを忌避しているという設定を気に入っているからという背景があるようです。こういった話から、ペーネロペーは小説版と小説準拠の漫画版はガンダムではない機体、映画版では正式なガンダムと2つのコンセプトに分かれることになりました。そんなペーネロペーは連邦軍の対マフティー部隊であるキル系部隊に配備された最新鋭モビルスーツです。本機は連邦軍初のミノフスキークラフト搭載モビルスーツで、クシーとは姉妹機にあたります。ミノフスキークラフトは見えない力場を作り出して浮力を得ることができるというもので、ペーネロペーは両肩部と脚部後方に発信機が搭載されています。これによってモビルスーツでありながら大気圏内における単独飛行能力を獲得しており、フライトフォームへ変形すれば音速での飛行も可能です。ただミノフスキーフライトをモビルスーツに搭載した結果、頭頂高でも26メートル、全高 32.5 メートルにも及ぶ超大型モビルスーツとなってしまいました。かつてのガンダムが頭頂高18メートル、ニューガンダムでも約23メートルほどなので、いかに大型の機体かがわかるのではないでしょうか。なお、搭載されている技術に関しては、姉妹機であるクシーの方が上とされています。従来、モビルスーツ形態のままではミノフスキークラフトを用いても大気中で音速を超えて飛行するのは難しいとされていましたが、クシーは機体各部のビームバリアを進行方向へと放射し、大気の干渉を拡散させることで解決しました。しかしペーネロペーのビームバリアは未完成なので、モビルスーツ形態のままでの音速飛行はできず、音速飛行を行うにはフライトフォームに変形する必要があります。それでも小説下巻ではクシーとの戦闘時にビームバリアのおかげでビームサーベルによる致命傷を防ぐ描写が存在するため、ビームバリア機能は未完成ながら防御力向上に貢献していることがわかります。ただし書籍メカニック&ワールドによると、劇場版ではビームバリアが完全ではないという設定を生かして、未完成ながらビームバリア的なエフェクトを出す案があったものの、クシーとの住み分けが難しいという理由から最終的に非搭載となったことが明かされています。第3部では防御力の違いが明確に出るかもしれません。武装面では同世代のモビルスーツの中で最高峰のものが搭載されています。まず専用のビームライフルを持ちます。原作小説では特に特筆すべき点はありませんでしたが、クシーのライフル同様、一撃でモビルスーツを落とせる威力を持つと思われます。なお2002年のアナハイムカレンダーの説明では、ニュータイプ能力が高いものが使用すればサイコミを通じて目視できない敵を感知しての攻撃が可能とされていますが、第1部ではレーンは視界に入ったものを追いかけて敗北しているため、第2部以降での成長次第で使い方が変わるかもしれません。頭部バルカン砲は搭載されていませんが、フィックスドフライトユニットの機種にバルカン砲が内蔵されています。小説版では4門搭載という設定で、G ジェネーフでは機種上部から打ち出していましたが、映画では機種裏側のハッチが開いて打ち出す方式に変更されており、クシーのミサイルを迎撃する際に使用しています。両肩部にはメガ粒子砲を搭載しています。かつてビームバルカンという名称だった兵装で、映画ではクシーへの攻撃に使用していました。なおビームサーベルとしても使用できます。通常は上を向いていますが、基部が自在に動くため自由な方向に撃つことが可能です。また原作小説で設定されていなかった兵装として、本体であるオデュッセウスガンダムの両腕部にコンポジットウェポンユニットがあります。
これは複合兵装になっていて、ビームサーベル、折りたたみ式のメガ粒子砲、そして側面の4つのハッチ内に通常のミサイルが搭載されています。またクシー同様ファンネルミサイルを搭載しています。これは敵機を追従して攻撃できる唯一の武装で、劇場版では便利すぎる兵器としての演出を避けるため、曲がるのは2回までという基準が設けられています。小説版では背中のスタビライザーのようにも見える箇所がファンネルミサイルラックとされていましたが、ゲーム版以降は両剣部アーマー内とフロントスカート内に搭載されているという設定になりました。なお GZNF 版ではコンポジットウェポンユニット内のミサイルがファンネルミサイルとして扱われており、書籍機動戦士ガンダムモビルスーツ大全集2015でも武装一覧に通常のミサイルの記述はないので、ペーネロペーが搭載するミサイルはクシーと違って全てファンネルミサイルという設定だったようです。しかし HGUC 版など劇場版準拠の説明では、コンポジットウェポンユニット内のミサイルは通常のミサイルとされているので、現在の最新設定では通常のミサイルとファンネルミサイル両方を搭載していると解釈するのが良さそうです。なおファンネルミサイルを扱うため、ペーネロペーの頭部にはサイコウェーブ端末などパイロットの知覚を補助する機器が搭載されています。その他には映画版では未登場の武装としてサンドバレルを装備しています。小説ではクシーとの最終戦で使用し、クシーのミニマニピュレーターから脇腹に衝撃を与えていますが、それ以外の描写が一切存在しない謎の兵装でした。しかしアナハイムカレンダー2002では特殊なショットガンと設定されており、近距離で有効な射撃兵装のようです。またプレイステーションポータブルのアサルトサバイブでは剣ブビームバルカンの武装名がサンドバレルになっており、設定が定まっていない印象を受けます。ちなみにクシーもサンドバレルという名の武装を持ちますが、こちらは実弾に対するバリアとして演出されているため、ショットガンというよりも空中に散布して攻撃を防ぐフレア弾のようなイメージがあります。実際どんな武装なのか映画第2部で明かされるかもしれません。また同じくアナハイムカレンダー2002ではアルゴスユニットという言葉が登場しました。これはオールレンジ攻撃が可能なビット兵器装備のユニットで開発途上とされているため、実際はどのような装備なのか一切不明ですが、ファンネル装備型オデュッセウスガンダムにも換装できるようです。作中ではダバオの新任司令官ケネス・レッグによってテストパイロットのレーンとともにキル系部隊へと送り込まれました。そして配属してすぐダバオを吸収したメッサーと交戦。圧倒的な空戦能力でメッサーを翻弄し、スラスターを破壊して地上へ不時着させています。また第1部終盤ではインドネシアハルマヘラ島沖にマフティーの部隊を迎撃するため出撃。しかしクシーとの戦いでは最終的にクシーが射出したライフルに気を取られた隙に側面へと回り込んだクシーからミサイルの集中攻撃を受けて撃墜されました。レーンは生還しているものの、ケネスによると損傷具合からして生還は奇跡と言われるほどのダメージを受けたようです。そのため第2部前半ではペーネロペーの修理が行われるはずなので、出番は中盤以降になると思われます。どんな新装備で出てくるのか楽しみなところです。余談ですが、逆襲のシャアの時代以降の連邦がガンダム系モビルスーツを忌避しているという設定は富野監督の小説作品でたびたび見られます。例えばもう一つの小説版逆襲のシャアであるハイストリーマーでは、連邦政府にはガンダムを核兵器と同じように考える者もいると語られていました。また小説版ガンダム F91 では F91 にガンダムの名を付けようとした際に、正規のチームに開発された機体にはふさわしくないとして却下されたことが言及されています。こういった時代背景から小説版先行のハサウェイでも連邦の機体であるペーネロペーはガンダム扱いされず、逆に反乱分子のクシーにガンダムの名を与えているのだとわかります。しかし富野氏の監督作品ではないガンダムユニコーンなどでは連邦がガンダムを忌避しているという設定はなく、むしろニュータイプ根絶の象徴となる機体にガンダムの名前を与えていました。もともと劇場版先行のハサウェイはガンダムユニコーンから連なる UC ネクスト100プロジェクトの一環として制作されている作品なので、もしかすると映像作品同士の整合性を取るため劇場版のペーネロペーは
連邦製のガンダムという扱い方をしているのかもしれません。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。